Meshtabi Season 4 Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Eni wa Kaiwai 11 des それでは早速 Let's get it started. 1. Naganuma Shandi Nevis Cafe 恵庭からはちょっと離れますが、長沼にございますこちらのお店、小麦畑に囲まれた北海道らしい素敵な可愛いお店。こちらのお店は築60年以上の古民家をオーナーご夫婦とその仲間たちで1年かけてセルフリフォームをしたんだそう。映画のセットにそのまま使えそうな雰囲気だね。いい感じね。ご夫婦はもともと那須を中心に全国各地移動販売されていて、住む場所を探す目的もあったんだって。ナス売ってたんだ。農家なの？いや、そのナスじゃないでしょうが。那須高原のナスよ。言ったでしょ去年。あ、ペニーレーンがある那須高原のことね。ってことは移動販売で回ってるうちに長沼にたどり着いたってことね。その通り。奥さんがスイーツ担当で、ご主人がカレー担当というね、飲食店に勤めながら何を作りたいのかって考えてる時期に、たまたま自宅にあったインドカレーの本を見つけて、そこからスパイスに興味を持ったらしいんで、どんどんのめり込んじゃって、インドまで行って勉強して、インドまで行って今のオリジナルカレーの味が誕生したというお話でした。すごいチャレンジング。 Challenging あっぱれですな。そういうの大好きです。これ美味しいのよ。もうまた食べたいってなるくらい。じゃチキンマサラはしっかりルータイプで、ジャワの中辛くらい。エビココはマイルドなココナッツの香りにほんのり甘い。最初は1種類ずつ味わって、徐々にダルやヨーグルトなんか混ぜのパパドのパリパリ食感も癖になる。なんかダルビッシュやらパパドやらわかんない言葉いっぱい出てくるね。ダルビッシュではない。ダルはお豆のカレー。あ、そうなんだ。パパドはインドの豆せんべいで、あ、上に乗ったペラーっとしたやつね。直接カレーをディップしてもいいし、細かく砕いて混ぜるもよし。とにかく最後に全混ぜすると最高潮に美味しいでござるよ。いいな。まあそうじゃないか。またロケーションがいいよね。小麦畑に囲まれてて。これは長沼まで来る価値もうハメドありでございます。 2. Eni wa Kona Yuki Tong Tong 2018年オープン、恵庭で人気のとんかつ屋さん。こちらとんかつ茶漬けセットがあるっちゅうことでね。とんかつのお茶漬けってどんなんなんでね、レビュー見ても茶漬けセット頼むべしって書いてる人がいてさ。いいね、とんちゃんで。なんかいつもラーメンとかカツカレーばっかでさ。いや、カツめっちゃ食べてるじゃん。ほぼ毎日。なんなら1日2回とか。あ、そうだよ。カツカレーってカツ乗っかってんだぜ。だからなんとこちらも配膳ロボットが配膳してくれます。配膳ロボ増えましたね。増えたね。ドリンクも運べるやつすんごいよね。コーナーとかウェイターみたいに角度調整してこう曲がってくるからね。ドリンクこぼさないように。あれでしょ、ソフトバンクのやつね。びっくりした。たまげーよ。ねはい。ロースカツ御膳はパン粉粗め、エコリン村で飼育された豚ちゃん。恵庭のびっくりドンキーの農場だ。そう、それが粉雪トントンの豚さんなの。なるほど。お肉がジューシー、脂が甘いし柔らかい。ずいぶんなんだか美味しそうじゃないか。お茶漬けは薄めの優しいお出汁が出てきてありがとう。カツ自体が美味しいからお茶漬けやるのもったいない感はあるけど、ありですね。とんかつ茶漬けもうさっぱりする。やっぱりさっぱりする。注文の時、お茶漬けは後にしますか、一緒にお持ちしますかって言われたんだけど、後にすればよかった。これお出汁ぬるくなっちゃうから。なるほど、メモっとか。これはまたぜひいただきたいとんかつですわ。茶漬けセットでね。Of course。さよならさよならさよなら。小田和正さん。さよならさよならさよなら。 3. Michino Akihana Road Eni wa Eni Pang 国道36号線沿いにあります道の駅花ロード恵庭にあるパン屋さん。
島外からの車中泊家が続々とやってくる季節になりましたね。沖縄ナンバーの車もいたね。まだ寒くてびっくりしてんじゃないかな。ねえ、ここはスタバやおにぎり屋さんなんかもあって、園内も整備されてて気持ちいいね。そうそう、犬の散歩用のハンディシャワーなんかも置いてあって、至れり尽くせりのパークです。こちらのエニパン、見た目が可愛いパンたちに思わず釘付け。真っ赤なリンゴパンはついつい買っちゃうでござる。人気ナンバーワンのかぼちゃプリンパンも外せないっしょ。だよね。イートインスペースもありますが、日光浴しながらいただきます。カスタードにプリンの食感がアクセントで、これいいね。前回のすごいパンズにエントリーするようなものではないけれども、おやつ感覚の気軽なパンたちですね。なんか楽しいパンたちね。だ。 4. Shimamatsu Higashi. Shichilan Chaya Bozu. 恵庭の大人気道の駅、花ロード恵庭から車で 7,8 分かしらね。恵庭というより島松です。あれ、こんなところに豚丼屋さんあったっけと思ったら、去年オープンしたばっかりなんだね。それにしても恵庭北広島界隈って豚丼屋多いよね。ねえ、なんでだろう。不思議だよね。はい、こちらの豚丼は提供時にタレは少なめにかけられており、後からお好みでかけたりできるってのがポイント高いです。それはいいですね。最初からジャッパジャパかかってるとか、しょっぺぐってぐっくりするもんね。でしょう。お肉が厚めのカットだけど柔らかい。プリッて噛み切れる。入らない？いや、入る。絶対いる。だって豚丼だよ。あ、そっか。あっさりしたお味の豚さんはいくらでも食べれちゃいそう。食べ応え十分。サラダにお味噌汁ついて1000円はコスパ文句なしね。なかなかの高評価。さて、帯広豚丼を知り尽くしたグリーン市場、この豚丼はじゃじゃんじゃん、第ベスト3に入るかも。美味しいよ。すっげえ、あれのあれだ。あれがあれのあれです。5. ニューヨーク。 Eniwa. Laforet. やっぱ恵庭はここね。このお値段でこんなに整うサウナはなかなかないっしょ。そうだね。高温サウナ20人サイズ、低温サウナは5、6人サイズと決して広くはないけれども回転がいい。土曜の夕方とあって激混みでしたが、なぜかサウナはスムーズ。そうなの。サウナも温度はそんな高くないんだけど、しっかり汗がかけんのよね。そしてやっぱ肝は水風呂。ああ、高温低温サウナ両方の脇にしっかり締まれるカッチンコッチンの水風呂があるのが嬉しい。 2,3 人サイズなんだけれども 12.4 度設定なのでもう満杯ね、誰も入ってないってか、かなりのつわものでなければ20秒が限界の冷たさ。でも整うね。気持ちいいんだ。そういえばサウナでテレビを見ている時に、はま寿司の CM でああ、はいはい、大トロ100円ってね。大トロ100円だってね、そりゃあ食うでしょってことで早速はま寿司大トロ100円。もうこういうのにさ、すぐ釣られるよ。私たちまず大トロを食べることはないんですが、なかなかの大トロでしたね。ね、のどぐろ100円ののどぐろよりいいかもね。はま寿司なかなかやるぜござるす。はまい。アクション大なんで6. Today's Katsu Curry. Eniwa. Chongetsu. はい、恵庭の目玉的食堂ね。昭和食堂的魅力もプンプンのこちらのお店、うちのおじさんお気に入りカツカレーのお店であります。そうなんです。初めて来た時最高に美味しいカツカレーだったんですが、その後何回か食べてるんですが、毎回ちょっと味がね違うみたいでね。そりゃそうでしょ、人間だもん。全く同じにはならないでしょ。翔平くんだって誕生日に6打席連続三振するんだから。まあそりゃそうだけど、からの5打席出塁&ホームラン。ああ、そうだよ。オムライスは最高でしたね。ホームラン。ちょうどいい味加減の美味しいオムライスでした。昭和満開ボリューム満点。やっぱこういう食堂いいね。いいね。
次は生姜焼きザンギだね。賛成。 7. Eniwa. Ramen Nobilizaka. どんな上り坂にあるのかと思いきや、平坦な場所にあってびっくり。そうなんだ。これはね、多分移転前の山手にあった時の名残だと思われます。なんたって三角山のふもとにあったからね。ああ、あの北一条通りの。そうそなるほどね。う。濃厚魚介に岩のり、玉ねぎ、柚子。これは。あら、それってだのさ、猫たちの視線は気になるが、なんとも新潟っぽい煮干しラーメンでしたね。特濃のコーンポタージュのようなスープ。濃いけど味は優しい。うまい。おいちゃん大好きなやつっす。あら、よかったわね。逆に山手だったらよかったのにね。ああ、山手なら常連決定っすわ。低加水ストレートで濃厚魚介によく合うっすわ。よだれ垂れてるよ。思い出しよだれが半端ねえっす。おでの好きをすべてやってくれているラーメン。これ他の味も食べてみたいですね。私も食べてみたい。 8. Eniwa. Likaleko. 素通りできない恵庭のお気に入りジェラート屋さんね。いろいろ攻めたラインナップがお気に入りなんですよね。今回は赤ピートとトウモロコシ、ブルーチョコレートにピーチソルベの3種類でトリプルね。ブルーチョコレートは海藻から抽出したエキスで色付けしてるって説明してくれたけれども、こんな鮮やかなブルーが海藻からできるんだね。やっぱり私はそばの実とホワイトチョコミントがお気に入り。ほんとチョコミント好きだよね。歯磨き粉みたいな味じゃない？何言ってんの？それがいいっしょ。チョコミントで歯磨きたいくらい。変な人。おではリンゴヨーグルトにリンゴソルベ、クワトロチーズ。あ、エスプレッソもうまいんだよね、ビターで。リンゴ好きよね。やっぱジョンショー神だね。変拍子が異常さ、天才的なんだよ。いや、ビートルズじゃない、ジェラートの話。リンゴのジェラートうまいっしょ。フルーツのリンゴはあんまり食べないんだけどね。アップルパイとリンゴジェラートは大好物さ。それは私も大好き。さて問題です。ビートルズの楽曲は213曲ありますが、リンゴスターが作曲した曲は何曲でしょう？ Think time。 はい、30曲。ブブー、2曲でした。じゃあジョージは22曲。じゃあ後の曲はレノン&マッカートニー。そういうこと。すんげえな、レノン&マッカートニー。なんで2と22なのかが闇を感じる。お前、ところで知ってた？ここカツカレーあんの。なんだって？カツカレージェラート1600円って書いてるからね。多分普通にカツカレーね。なんだ、カツカレージェラートだったらいいのに。キモくないそれ。9. Shimamatsu. Kozushi. 恵庭は海のない町ですが、やっぱり海鮮がお得ですわ。道の駅で一緒だった車中泊仲間の岡崎ナンバーのキャンピングカーのお二人も来てらっしゃいましたね。シーズン1でご紹介した時よりやはり若干値上がりはしておりましたが、それでも安い。こんな海鮮丼が1000円台じゃなかなか食べられないでしょ。そうだね、観光客ホイホイゾーンだと3000円ぐらいするかもね。とびきりのネタってんじゃないけど、基本ガチのお寿司屋さんなんでなかなかのものいただけますですからね。だ、この看板がどうしてもうちに見えるけどね。見える。ランチがお得です。はい。 10. Kita Hiroshima. Ginjalo. 去年見つけたお気に入りリーズナブル系回転寿司ね。で、ここ北広島じゃん。そうなんだけどさ、ちょっと恵庭界隈めぼしい回転寿司が見つからないかったんでね、銀次郎ぶっ込みました。すぐだしね。グルメ系回転寿司の品質で2軍ファーム系のお値段。2軍ファーム系って野球の1軍2軍のこと？そういうこと。はあ、1軍がグルメ回転寿司で2軍ってのが寿司あたりの超安い系ってことね。大丈夫かな、これ怒られないかな。P 入れよ P あら、野球だって2軍の方が面白いっしょ。あ、そっか。本マグロ2貫で300円台っていうのはなかなかないよね、最近のグルメ系じゃ。中トロ2貫500円下回ってるお店はそうないっすよ。
本マグロですからね。そしてウニだ。見た目結構バフンウニっぽいですけども、こんなにもっこりバフンウニ持って2貫で616円とかってありえないんで、これは何ウニですかって聞いたんだよね、店員さんに。したっけ？紫ウニとかバフンウニとかじゃなくって生ウニなんですという不可解な返答が返ってきてね。ウニってそんな種類あったっけ？バフンか紫でしょみたいに言ったっけ？厨房までまた確認しに行って戻ってきてさ、はい、生ウニなんですということでした。はてな、どういうことってね。育ちのいいグリーンやかなり明晩っぽい匂いが気になってるみたいですけども、お手的にはそんな気にならなかったけどね。まあ高級ウニのうまさを知ってる人にはとても勧められるものではございませんが、今高いんでね、まあまあレベルだと思いますよ。明晩不使用の輸入ウニってのも結構出回ってるみたいだし、稚内で食った2000円のウニ丼に比べりゃ全然 OK。 もう満タイさ。あん時はひどかったね。速攻ドーナツ買いに行ったもんね。後味消すのに。おじさん怒る。北海道であれを出しちゃいかんだ。そうだね。11. Anywhere. Juan. には言うたらやっぱここね、粗挽きのなみこそばが私好みのおそば。今年も新そばの時期には全力でいただきに上がろうと思います。そばのイメージはあまりない恵庭ですが、そば好きのグリーンが日本一好きだというそばですからね。そうなの。1日10食くらいしか売ってないそばなので予約は必須。ハードルは高めですが訪れる価値のあるおそばがいただけると思います。新そばの出る秋もいいけど、夏の一面に咲くそば畑を眺めながらってのもいいよね。これはここでしか味わえない贅沢ってやつ。そうね。幌加内も富良野もそば畑はいっぱいあれど、窓越しにそば畑眺めながらってのはここだけね。でしょう。これは知られざるそばの名産地北海道の大津じゃないでしょうかね。おつでございますな。Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Zenihon Katsu Kari Senshukan des. Otanoshimini. See you soon. 今回さ、車中泊しててチャリの旅人いたじゃんか。道の駅で寝てたやつね。そうそう、トイレの前でさ地べたで寝ててちょっと怖かったよね。あれすごい心臓してるよね。うん最初女の子かと思って、髪長くて可愛い顔してるからさ、いくら北海道といえ夏の夜中に素足素顔丸出しで寝てあれ虫に刺されなかったのかね。ねえ、蚊取り線香とか焚いてなかったもんね。たくましいですね。ねいろんな人間模様が見れて面白いですね。道の駅の車中泊旅なんか詰まってます大丈夫ですか？やっぱりすごい若手だったわ、俺たち。まだまだ青2歳ですね。めちゃめちゃベテランばっかりですね。ね、真夜中の道の駅、明け方の道の駅、駅平均年齢73歳ぐらい本当にもう悠々自適な方たちばっかり初めてのドッキリ体験でしたねそう、びっくりした。まあ大体もう年だから朝の5時ぐらいに目が覚めて、編集作業を車の中でやってるんだけど、あれ朝の7時ぐらいかね。7時だね、急にスライドドアがガラーって開いて俺パソコン目の前でこう打ってる脇にぬぼっとおっさんが立ってておおって向こうがびっくりして間違えましたすいません初めての経験。あれ夜中だったら超ビビるけど、ビビる。まあ朝でよかったけど、よかった。まあ出た言葉がおでもね、いらっしゃいませって言ったからね爆笑しちゃったいやー面白かった。ようこそって言ってたからね、どうぞっつってはーっつって。あれは夜中にやられたらちょっと飛び上がるね。完全おしっこちびるやつだね、まあ夜中は鍵かけてるから、起こりえないけど
ね。まずそしたらドアノブ引っ張られたらパー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 ってなる。あ、そうだそっちか。それの方がびっくりするあれね、みんな寝静まってる時にやっちゃったらね、ね。公害ですからね、皆さん気をつけましょう。はいでも一晩に 2,3 人絶対いる。いる。昼間もいるね。なるたんびに青いなっていうやってるやってるってちょっと楽しいよね。ね、真っ盛りですね。今日もまあいろんなナンバーの北九州、出雲、大宮、広島あげればキリがない。はい、京都、ほんと全国から来てるね。皆さん北海道の夏をぜひ楽しんでください。楽しんでくださいね。